日本の歴史ってさ、長すぎて頭痛がするわ。縄文とか弥生とか、似たようなのが多いし。突然どうしたんだ弥生さん。受験勉強か？違うわよ。日本の成り立ちって、結局どうなってるの？諸説ありすぎじゃない？確かに、日本国内でも解釈が割れてるな。じゃあ今日は視点を変えて、外から見てみるか。外から？外国人の視点ってこと？そうだ。今回はある大物学者を紹介するぜ。ジーナ・バーンズ博士だ。日本考古学の世界的権威だ。ジーナ・バーンズ？初めて聞いた名前ね。ロンドン大学東洋アフリカ研究学院ソアスの名誉教授などを歴任し、英語圏に日本考古学を広めた第一人者なんだ。へえ、イギリス人が日本の遺跡を掘るの？彼女は現場も知ってるが、何より視点が広いんだ。日本だけじゃなく朝鮮半島や中国も含めた、東アジア全体の中で日本を分析してるんだ。なるほどね。日本人だと近すぎて、見えないものが見えるってことかしら。その通りだ。特に国家形成のプロセスや、古墳時代の支配の仕組み、そして渡来人の役割、これらについてかなり鋭い説を出してる。渡来人？なんか難しそうね。いや、面白いんだぜ。卑弥呼の正体についての、驚きの仮説もあるんだ。西欧母、信仰との絡みとかな。西欧母？中華料理屋の名前じゃないわよね。中国神話の女神だぜ。それが日本の天皇制の、起源に関わるって話だ。気になってきただろ？ちょっと面白そうかも。詳しく教えてよ。おう。今日はバーンズ氏の研究を通じて、日本の古代史を再構築していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。まずはジーナ・バーンズ氏、本人の経歴からだ。ミシガン大学で博士号、ダラム大学の名誉教授であり、専門は東アジアの考古学、特に国家形成論だ。国家形成って国ができる過程のこと？そうだ。バラバラの集落がどうやって王権になり、巨大な国家になるかそのメカニズムの研究だ。彼女は地質学にも詳しく、テクトニック考古学、という分野も扱ってる。地震や地殻変動と、遺跡の関係を調べる、珍しいアプローチだな。地震大国の日本にはぴったりの研究ね。だな。だが彼女の真骨頂は何と言っても、膨大な日本語の論文を読み解く力だ。日本の考古学って発掘報告書が山ほどあるが、確かに、博物館に行くと分厚い本があるわね。あれのほとんどは日本語だ。だから海外の研究者は、情報にアクセスしにくい言葉の壁があるんだ。宝の持ち腐れ状態ね。もったいないわ。バーンズ氏はその壁を壊し、日本の最新の知見を、英語圏に紹介しつつ独自の分析を加えたんだ。翻訳だけじゃなくて分析もしたのね。ああ。日本の学会はデータの蓄積はすごいが、理論の構築は欧米に比べて控えめだ。事実を淡々と記録する感じ？そう。バーンズ氏はそこになぜそうなったかという、社会科学的な理論をバシバシ当てはめたんだ。さて、具体的な研究の話に入ろう。テーマは縄文から弥生へ、特に東日本での変化だ。弥生時代といえば稲作が始まったのよね。教科書だと、九州から徐々に東へ広まった、と説明されるよな。でも東日本、特に関東は、事情が複雑なんだ。バーンズ氏は群馬県に注目した。なんでまた群馬なの？秘境だから？違うぜ。群馬は縄根文土器の分布や、再祖母の遺跡が多い。つまり文化が変化している過渡期の痕跡だ。縄根門？再祖母？専門用語きたー。縄根門は、表面を吸ったような模様の土器だ。これが関東の縄文晩期から弥生初期にある。バーンズ氏は、この時期の人々の動きを分析した。ふむふむ。で、何がわかったの？従来の説だと東日本の縄文人が、西から来た稲作技術を、ゆっくり受け入れた。平和的な技術移転ね。良い話じゃない。だがバーンズ氏は、それは違う、という。群馬の水田稲作は突如として現れるんだ。しかも、その技術は長野県からの移民が、直接持ち込んだモデルを支持していると指摘している。技術だけじゃなく、人が引っ越してきたの？そう。ニューカマー、新しく来た人、だ。彼らがやってきて、それまでの土着の文化が急激に消滅したんだ。乗っ取りじゃない。穏やかじゃないわね。彼女は土器に残された穀物の圧痕も重視した。米以外の雑穀の痕跡だ。これを調べると、本格的な水田稲作の前にどんな暮らしをしてたか、よくわかるんだ。弥生中期からの変化がな。つまり、関東の弥生家はゆっくり馴染んだんじゃなく、移民によって上書きされたってこと？群馬に関してはかなりその色が濃い。弥生パッケージという生活様式のセットが、人の移動とともに持ち込まれ定着したという見方だ。人口移動があったのね。現代の移民問題みたい。この視点は重要だ。
日本人の形成は単一民族、という、古い神話を覆す証拠の一つになるからな。次は、いよいよ古墳時代、の話だ。前方後円墳ね。あの鍵穴みたいなやつ。ああ。巨大な墓を作るには強力なリーダーが必要だ。バーンズ氏はその支配の正当性に迫った。キーワードは、聖王母、だ。さっき言ってた中国の神様？なんで日本の王に関係あるの？彼女の著書や論文で大胆な仮説が出された。初期の古墳から出る銅鏡を見てみろ。そこに描かれているのはしばしば聖王母や神仙だ。まあ、中国製だから当然書いてあるでしょ？単なる輸入グッズじゃない。バーンズ氏はこう考える。初期の大和王権は聖王母の神話を利用して、自らの支配を正当化したんじゃないかと。神話を利用？どういうこと？当時の日本はまだ統一されていなかった。三輪、奈良を中心とする小さな勢力だったんだ。それが西日本全域に影響力を広げるには、武力だけじゃ足りないカリスマ性が必要だ。あ、そこで卑弥呼？軌道を使う女王様。鋭いな。バーンズ氏は卑弥呼のような支配者が、聖王母の化身アバターとして振る舞ったと推測した。聖王母のアバター？ VTuber みたいな言い方ね。まあ概念は似てるかもな。聖王母は不老不死や死後の世界を司る強力な女神だ。その力を宿した鏡や欲を配ることで、地方の豪族たちを信者に仕立て上げたんだ。なるほど。この鏡を持てば、死後も守られるよ、って勧誘したわけね。そういうことだ。これなら武力を使わずに、前方後円墳という同じお墓を作る文化が、広まった理由も説明つく。宗教的な同盟だったんだ。さらに面白いのはその後の話だ。その後？大和朝廷ができる頃？ああ。今の皇室の親神はアマテラス大神。だよな？太陽の女神だ。伊勢神宮の神様ね。日本のトップオブ神様。でも卑弥呼の時代はアマテラスの話は出てこない。バーンズ氏は考える。聖王母のイデオロギーが、5世紀から7世紀にかけてアマテラスとして再構成されたんじゃないかと。聖王母がアマテラスにリメイクされたってこと？大胆すぎるわよ。バーンズ氏は論文でこう述べている。アマテラスは聖王母思想の延長である可能性が高い、と。確かに、両方とも女性の最高神だけど、支配を正当化するために外来の神を、国産の神アマテラスへアップデートしたわけだ。こう考えると日本神話の謎も解けてくる。考古学と神話学をつなげちゃったのね。最後に、もう一つの重要なテーマ、渡来人について解説するぜ。渡来人って、教科書だと技術を伝えた人、よね。バーンズ氏は教著書で渡来人という言葉をタイトルに使っている。紀元前800年から紀元後600年の朝鮮半島から日本列島への人と技術の流れを追った。紀元前800年ってことは弥生時代より前？そうだ。長期にわたる継続的な流れとして捉えているのが特徴だ。単発のイベントじゃない。末木、鉄器、かまど、馬の飼育、そして漢字。日本の基礎って漢字ね。ほとんど全部じゃない。そうなんだ。バーンズ氏はこれを単なる影響でなく、社会を複雑化させる原動力だったと見る。特に5世紀以降の大和王権の確立には、渡来人の行政能力が不可欠だったんだ。役人として働いてたのね。優秀な官僚だったんだ。彼女の研究は日本と韓国の古代史を、切り離せないものとして統合的に扱っている。今は国境があるけど昔は海で繋がってたのね。日本海、じゃなくて地中海、みたいな感覚だな。そろそろまとめに入るぜ。ジーナ・バーンズ氏の最大の功績とは何か、弥生さん、どう思う？日本の研究を世界に発信したこと？あと、聖王母の話。それもある。だが一番は、日本考古学を、ガラパゴス化から救ったことかもしれない。ガラパゴス化？日本独自の進化ってこと？日本の研究は緻密だが、時々日本特殊論に陥りそうになる。日本は特別だ、みたいな。彼女はそれを世界史の一部として冷静に位置づけたんだ。移民、国家形成、宗教、普遍的なテーマでな。これってすごく大事だぜ。外からの視点があるから自分たちの姿が客観的に見えるのね。勉強になったわ。彼女の著書は英語が多いが、日本語訳が出れば、日本でももっと評価されるはずだ。今後の活躍も期待だな。聖王母説、もっと調べてみようかな。というわけで、今回は考古学者ジーナ・バーンズについて解説したぜ。面白かったらチャンネル登録頼むな。次回の動画も楽しみにしててね。それでは、ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。
この動画が少しでも良いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。